ないですか。すごい膨らんだ、大成功。はい、皆さんこんにちは。ひろこパンのひろこです。今日は春らしくふかふかのシュークリームを作りたいと思います。シューが結構難しいんですよね。ぺちゃんってなってしまったりするんですけど、でもこうぷくって可愛いふっくらのシュー側ができた時の感動はもうすごいです。でそれを我が家はフライパンで作るんですけど、それをぜひ今日皆さんとシェアしたいなと思ったので、シュークリームをやろうと思います。今日の材料です。小麦粉、卵、バター、水、塩です。それでは早速シュー生地を作っていきます。まず、バター、そして、お水、それから塩を一つまみ入れて、6でスタート、中火でスタートしていきます。しばらくすると沸騰してきます。で沸騰してきたので、ここに小麦粉を一気に入れます。そして一気に混ぜます。1分ぐらい急いで混ぜます。こねるって感じですね。はい、だいたい1分練りましたので、火から下ろして少し粗熱を取ります。はい、じゃあ次に、フードプロセッサーにメタルブレードをセットして、さっき作ったこの少し粗熱を冷ました取った生地を、この中に入れます。はい、で入れたら、まず蓋を閉めてちょっと回します。で次に回しながらさっき用意した卵をまず溶いておきます。溶き卵にしておいて、でこの卵をここの穴から少しずつ入れるんですが、まず、これ2個分で1個半ぐらいまで入れて、そこから少し様子を見ていきます。これで1個半入ったぐらいなんですが、ちょっとまだ硬いから、もう少し入れていきます。ビヨーンって伸びる感じ、ボツって切れるとちょっと足りないから、まだ入れてください。はい、でこれで卵の量 OK なので次に行きます。はい、それでは、シュー生地ができたので、これを絞り口に絞り出したいので、こういう風にこういう絞り出しのものを用意します。はい、で、こうよくある生クリームについてくるこういうほらあるじゃないですか。こういうのを使ってもいいし、でこういうのだったら先がギザギザだからちょっとカットしたりとかして私もよく使うんですけど、はい、で今日はちょうどうまいことこういう丸いのがあったのでこれを使いたいと思います。で結構これ普段シュー皮に限らず生クリームの絞り出しをする時にここの中に入れるのが結構めんどくさくないですか？私すごいこれが嫌いでちょっとしたことなんですけど、でちょっとした、ちょっとテクニックというかコツというか教えてもらったんですけど、じゃん、ここにこれ生クリームの時も一緒で、サランラップを引くと、サランラップを引いたところに、よいしょ、この生地をもうここに置いちゃいますよ。ほら絞り出しのその袋の口にこれがついて、すっごいなんかめんどくさいというかうざったいっていうかイラッときません？くっついて汚くなって口がで手が汚れてとかってなるので、よいしょ、でここにします。であとこれが結構取りづらい、これもちょっとなんか綺麗にしたいっていう時はもう一回フードプロセッサーに戻す。そして回す、ブンってするとほら綺麗に刃についてるやつが綺麗に取れるので、これを抜いて、ほら結構いいでしょ。この刃についたやつが結構ねめんどくさいの。ここね洗う時とかめんどくさくてめんどくさいばっかり言ってますけど、でも結構ね
後片付けとか大事なんですよ。後片付けをスムーズにするっていうのが。で結構ここも綺麗に最後まで取れる。ほら結構綺麗に取れるでしょ。はい、これで結構綺麗に取れたので OK です。で次にこれをこう包むんですよ。こうやって包む、ぐるっと包む。でさっきのこれを持ってくる。そしてこの端っこを切る。でこれ切ったやつをここに入れる。ほらちょっといいくらいですか。でここ絞ればいいから、これ生クリームの時もぜひやってみてください。はい、それでは今からシューの皮の方を焼いていくんですけど、まずフライパンを用意して、でクッキングシートちょっと一遍こうやって大体の大きさ分かるように、片付けておきます。で、6で中火でスタートして、まずこっちは余熱をしておきます。はい、で、ここにこの生地を絞っていくんですけど、まずだいたい直径3センチぐらいの大きさで7個ぐらい。よいしょ。OK です。はい、それではこの余熱した、ところに入れていきます。フライパンを開けて、せーの、よいしょ。はい、でここに、まず霧吹きでちょっと水をシュ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 ーっとかけて蓋を閉めます。そしてバスタオルを持ってきました。でバスタオルでジョンとかけて熱がこう逃げるのを防ぎます。で今ここで、バスタオルをかけてこちら、火加減は5で35分焼きます。5で35分焼きます。はい。でこれは、絶対開けないこと。35分経つまでそっとしておいてください。はい、それでは焼き始めて35分経ったので、開けてみたいと思います。この辺熱いので気をつけてくださいね。じゃん、バスタオルを取っていきます。ちょっとここ取って熱いんで気をつけてください。こっちも熱いか。よし、じゃーん、ほらふっくら可愛くないですか。すごい膨らんだ、大成功。はい、じゃあこれを、網の上か何かに取り出して冷まして、その後クリームを入れていきます。カスタードクリームの材料です。牛乳、卵、砂糖、コーンスターチまたは片栗粉、小麦粉、そして生クリームを混ぜるんですけども、生クリームとその時に使う砂糖です。はい、じゃあカスタードクリーム作っていきます。まず卵黄2個入れて、で、ちょっと混ぜながら、そこに、砂糖を、そして小麦粉、コーンスターチまたは片栗粉入れて混ぜます。そしてここに牛乳を少しずつ入れていきます。はい、こうやって少し一気に入れるとちょっとダマダマになっちゃうので、こうやってすれば大丈夫です。はい、で残りの牛乳を入れます。はい、そしたら火を入れて、中火でスタートします。で加熱していきます。そうすると、だいぶ温まって、しばらくすると少しずつとろーんとして固まってくるので、最初はこうゆっくり混ぜてればいいんですけど、あるところから急に固まり始めてくるので、
ずっと混ぜ続けてください。はい、だいぶドロッとしてきました。ちょっと一気にくるので、途中で怖かったらこう火から外したりしながら混ぜていきます。ほらカスタードクリームっぽくなりましたよね。はい、こんな感じでいいと思いますので、いいかな。はい、でこれをボウルに移したいと思います。でちょっと粗熱を取っておきますね。はい、次に先ほど作ったカスタードクリームに混ぜる生クリームを作っていきます。泡立てていきます。フードプロセッサーにウィスクをセットして生クリームと砂糖を入れます。そして回します。はい、ある程度しっかり泡立てて OK です。で、これを外して、はい、で先ほど作った、カスタードを持ってきました。ちょっと冷ましていました。粗熱を取るのに。でこれを混ぜて、ちょっと一旦半分入れてしっかり混ぜようかな。はい、残りの生クリームを混ぜますね。はい、じゃあシューの皮が焼き上がって粗熱が取れました。で、ペティナイフを用意して今からクリームとか入れていこうと思うんですけども、この、横から切っていきます。こんな感じでできます。これを全部やっていこうと思います。はい、じゃあ次に、クリームを入れていこうと思うので、先ほど作ったカスタードを冷蔵庫でちょっと冷ましておいたので、ここに、クリームを入れていきたいと思います。今日はちょっといちごを用意したので、こういう風にいちごを飾ると綺麗かなと思います。ちょっとカスタードが今日緩かったので沈んでる感じするかもしれないけど、よいしょ。はい、これでシュークリームできました。はい、シュークリームができました。今日は、抹茶のクリームと、あとこれアセロラを使ったクリームを作ってみたので、3色団子みたいな3色シュークリームができました。ぜひお花見に持ってってほしいです。じゃあ早速食べてみます。新田くんも一緒に食べます。いただきます。いただきます。サクサク。サクサク。イエーイ。美味しい？イエーイ。美味しい。やったー。やられた抹茶と普通のクリームとどっち好き？抹茶美味しかった。抹茶クリームは生クリームに抹茶を混ぜました。シンプルなカスタードクリームもとっても美味しいです。はい、じゃあこのシュークリームフライパンで今日作ったんですけど、ぜひチャレンジしたいなと思った方はチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。ではまた。